皆さんこんにちは。プッティモンキーレンチのお時間です。アフターエフェクツ基礎編の卒業課題パート6ということで、今回はカット6を作成します。カット6では CC パーティクルワールドというエフェクトを使用して、立方体が浮遊する背景を作成します。では早速作っていきましょう。C06 のコンポジションを開きましょう。まずは背景を作成します。コントロール Y で新規平面を作成しましょう。色はお好みで変更してください。パーティクルとして飛ばす立方体やカット後の最後に登場させた長方形の色が目立つように色を選ぶといいと思います。背景が作成できたらレイヤーを選択してコントロール D で複製します。背景となるレイヤーは動かないようにロックしておきましょう。複製されたレイヤーの名前をパーティクルとしておきます。パーティクルのレイヤーを選択して、エフェクトの CC パーティクルワールドを適用しましょう。このエフェクトを使用すると、空間にパーティクルを発生させることができます。どう発生させるのかや、発生した後にどう動かすかなどをコントロールして画面を作っていきます。エフェクトコントロールを見ましょう。非常に項目が多いので、重要な箇所と今回使用する箇所をメインに解説します。一番上のグリッドガイドでは、空間を把握しやすくするための基準となる床やグリッドを制御する項目になります。レンダリング時には反映されません。次にバースレート。こちらはパーティクルの数をコントロールする項目になります。値が高いほどパーティクルの密度が高くなりますが、数値が高いとレンダリングに時間がかかることになります。今回はそこまで密度は必要ないので 0.2 としておきましょう。ローンジェビティ。こちらは発生させたパーティクルの寿命を設定する項目です。値を低くすることで発生したパーティクルが消えるまでの時間を短くすることができます。今回はパーティクルが途中で消えないように5秒としておきます。次にプロデューサー。ここではパーティクルを発生させる位置や範囲を指定することができます。他のパーティクルシステムではエミッターと呼ばれたりします。パーティクルシステムではエミッターと呼ばれるパーティクルを発生させる装置のようなものがあると考えてください。そのエミッターからパーティクルが発生するので、位置を変えれば発生場所が変わりますし、エミッターのサイズや形状を変更すれば、パーティクルが発生する範囲もコントロールすることができます。今回のケースだと、画面の右側から左に向かってパーティクルを飛ばしたいので、ポジション X を 1.18 とし、画面右へ移動させておきます。さらに画面の奥で表示させたいので、ポジション Z を 0.85 とし、奥へ配置しておきます。今はまだ飛ぶ方向などを指定していないので、画面からパーティクルが見えなくなってしまいました。解説のために私は画面に見える位置に置いておきます。次にラディウスで発生範囲の半径を設定しましょう。画面の上下にしっかりとパーティクルを飛ばしたいので、Y を 0.7 にして発生範囲を縦に長くしておきましょう。次に Z を 0.38 としておきます。Z は奥行きです。奥行きを設定しないと浮遊するパーティクルが平面的に見えてしまうので、奥行きの範囲を広げて前後関係がある状態でパーティクルが飛ぶように設定しておきます。パーティクルの位置に前後情報があることで、同じ速度でも見え方が変わります。すべてが一定の速度だと面白めに書けるので、ここで見え方を調整しておきましょう。では次にフィジックスです。ここでは発生したパーティクルをどう動かすかの物理シミュレーションを行う項目です。重力や速度などの制御ですね。まずはアニメーションを変更しましょう。現在は爆発をイメージしたシミュレーションになっています。エミッターから放射状に飛び散っているので、今回作成するものとは大きくかけ離れています。今回のケースだと、右から左の単一の方向だけに飛んでほしいので、ディレクションアクシスを選択し、方向の軸を指定してあげます。このアニメーションの項目では、どのようにパーティクルを飛ばすかのプリセットが多く用意されているので、ぜひ変更してみて、動きの変化を楽しんでみてください。では、設定をしていきます。パーティクルは右から左へ飛んでほしいので、エクストラアングルを使います。この項目では飛ぶ方向を指定することができます。180度にしておきましょう。
タイムインジケーターを動かしてパーティクルがどのように飛んでいるかを確認してみましょう。パーティクルは発生した後、下方向に落ちています。これは重力が働いていることを表しています。今回のケースだと重力で落ちることなくまっすぐ飛んでほしいので、重力を無効にしましょう。グラビティの項目を0に変更します。これでフィジックスの項目の設定は終わりです。今回は特に設定をしていないのですが、重要となる項目だけ簡単に解説しておきます。まずはベロシティ。こちらはパーティクルの速度を指定できます。値が高いほど飛んでいくパーティクルの速度が速くなります。次にレジスタンス。こちらは発生したパーティクルの抵抗力を設定します。摩擦などで徐々に速度を失うシミュレーションに使用できます。値が高いほど影響を受け、勢いを失うことになります。飛んでいくパーティクルを減速させたい場合に有効な項目です。エクストラ。こちらはパーティクルの動きにどれだけランダム性を持たせるかの設定です。アニメーションの種類によって効果が違いますので、実際に値を動かして確認してみてください。注意点としては、選択しているアニメーションの種類によっては機能しないものがあります。値を0にするとランダム性がなく、動きに面白さが欠けます。値をコントロールして、動きにばらつきを持たせるようにしましょう。パーティクルもしっかり見えるようになってきたので、プロデューサーのポジション X を 1.18 に戻しておきます。では次の項目、パーティクルを見ていきましょう。ここでは発生させるパーティクルの形状やサイズ、色などを設定できる項目になります。今回のカットでは立方体が右から左へ流れるアニメーションです。パーティクルタイプをキューブに変更してみましょう。これでパーティクルを立方体に変更することができました。パーティクルタイプはあらかじめいろいろなタイプが用意されていますので、ぜひ変更して形状の変化を確認してみてください。このタイプを変更するだけでも見た目に大きな変化を加えることができます。では続きを見ていきます。ローテーションスピード。こちらは言葉の通り回転の速度をコントロールします。値が高いほど速く回転し、低いと回転速度が落ちます。0にすると立方体が回転しなくなります。今回は初期の値である180にしておきます。ここはお好みで設定してみてください。次にイニシャルローテーション。この項目ではパーティクル発生時の回転角度にランダム性を持たせるかを設定する項目です。0にするとランダム性がなくなり、すべて同じ回転角度での開始となります。パーティクルをたくさん飛ばす場合は発生時の角度がバラバラの方が自然に見せることができるので、基本は初期設定のままで OK ですが、ここも好みに合わせて調整してみましょう。次にローテーションアクシス。この項目は回転する軸を設定する項目です。初期設定では全ての軸で回転するように設定されていますが、個別に X だけ回転といった設定も可能です。今回は立方体なので回転することでいろいろな面が見える方が効果的です。初期設定のままにしておきます。では次の項目を見ていきましょう。バーズサイズとデスサイズです。言葉の通り、パーティクルが生まれる時のサイズと消える際のサイズを指定します。発生してから小さくなって消えていくといったアニメーションなどに使用します。今回はどちらも 0.15 としておきます。次にサイズバリエーション。こちらは先ほど設定したサイズからどれだけ逸脱するかを決める項目です。サイズにランダム性を持たせたい場合に使用します。すべて同じサイズにしたい場合は 0% にしましょう。今回はランダム性を持たせたいので 100% にしておきます。次にマックスオパシティです。こちらはパーティクル全体の不透明度をコントロールする項目です。今回は立方体をしっかりとした物体として表示させたいので 100% にし、透明感をなくしておきます。今回は使用しませんが、オパシティマップも確認しておきましょう。オパシティマップでは、パーティクルの寿命に合わせて不透明度をコントロールする項目です。グラフを見ることで時間経過による不透明度の違いを確認できます。現在の設定では発生時には透明で徐々に不透明度が 100% になり寿命を終える頃にまた透明になり消えていくといった内容になっています。グラフの中でドラッグすることでグラフを編集することができます。適当に編集してみました。
編集後のグラフだと、パーティクル発生時から不透明度が 100% の状態で、寿命が尽きる頃に不透明度が 0% に近づいていくといった内容になります。このオパシティマップをうまく活用して、パーティクルの不透明度をコントロールしてみてください。最後に色を設定します。カラーマップで色がどのように変化するかを指定します。今回は発生してから徐々に色が変化していくイメージにしたいので、初期設定のバーストゥーデスのままにしておきます。バースカラーでパーティクルが発生した際の色を指定し、デスカラーで終了時の色を指定してます。私はバースカラーを変更しておきます。再生して確認してみましょう。これでパーティクルの背景が完成しました。今回の設定だとあまり色の変化は起きませんが、色の変化を表現したい場合は、パーティクルの寿命を少し短くしてみましょう。では続きを作っていきましょう。カット5の最後に登場した長方形をカット6でも登場させて、動きの流れを継続する形でアニメーションを作っていきます。長方形ツールに切り替えましょう。塗りだけが有効になっている状態にして、色をカット5で登場した長方形に合わせておきます。ツールをダブルクリックして長方形を作成しましょう。レイヤーを展開してサイズを整えます。中央比のロックを外して X 軸を450にし、Y 軸を60とします。P を押して1プロパティを表示させます。今回は X 位置だけのアニメーションなのと、値グラフで動きを制御したいので、位置の上で右クリックし、次元に分割を選択しておきましょう。では動きをつけていきます。流れとしてはカット後の動きの勢いを使い、画面左端へと移動させます。減速し、力を貯める動きを見せてから、一気に右側へと移動させて次につなげていきます。では開始フレームで X 位置にキーフレームを打ちます。16フレーム時間を進めて400へ変更します。次に13フレーム進めて325へ変更します。右側へ移動するための予備動作として力を貯める動作を入れましょう。14フレーム進めて80に変更します。最後に18フレーム進めて1800に変更します。これでベースの動きが完成しました。カット6ではこのフレームが最終フレームとなります。N を押してワークエリアの範囲を指定して、右クリックでコンポジションをワークエリアにトリムを選択し、デュレーションを変更します。ではグラフエディターとキーフレーム速度を活用して、動きの緩急をつけていきましょう。まず開始フレームではカット後の流れを組みたいので、速度が出ている状態にします。最初のキーフレームを選択して F9 を押し、ハンドルを表示させます。ハンドルを掴んで角度をつけて、1フレームあたりの値の変動が大きくなるように設定してあげます。次に2つ目と3つ目のキーフレームです。ここは勢いよく登場した図形が減速し、リニアな動きでしばらく動き続けるアニメーションにします。リニアな動きはすでに完成されているので、2つ目のキーフレームの入ってくる速度と、3つ目のキーフレームの出ていく速度を調整しましょう。2つ目のキーを選択して、コントロール、シフト、K を押してキーフレーム速度を開きます。出る速度をコピーして入る速度に貼り付けます。速度を合わせる際にどちらの値をコピーすればいいかは動きによって決まっています。キーフレームに対して左側は入る速度で、右側が出る速度です。考え方としてキーフレームに入ってくる速度、キーフレームから出ていく速度と覚えると分かりやすいかなと思います。今回のケースではリニアな動きにつなげる必要があります。リニアな動きにつなげる際に入ってくる速度が出る速度と異なる場合は、動きの切り替えがスムーズになりません。少しでもカクつくとアニメーションの質が落ち、ミスと捉えられかねません。グラフを見ると確認できますが、出る速度はすでにリニアな動きのための速度が設定されています。なので出る速度をコピーして入る速度に貼り付けます。速度を合わせるだけでなく、入る速度の影響を高くして減速させることで、さらにスムーズにリニアな動きに移行することができます。入る速度の影響を 80% にして OK をしましょう。では次に3つ目のキーフレームを選択して、コントロール、シフト、K を押し、キーフレーム速度を開きます。入る速度をコピーして、出る速度に貼り付けます。出る速度の影響を 80% にします。OK をしましょう。4つ目のキーフレームは左側へ移動し、
力を貯めて徐々に加速していく様を表現します。入る速度と出る速度を合わせることで動きをスムーズに作ることができます。コントロール、シフト、K でキーフレーム速度を開きます。左下にある連続にチェックを入れて OK をしましょう。自動ベジに変換して速度を合わせても問題ありません。ではグラフを調整します。力を貯める動作にしたいので減速が重要です。入る速度、出る速度ともに影響を高く設定しましょう。ハンドルを傾けて値の変動もコントロールします。値の変動を自由にコントロールできるので、アニメーションの微調整には個人的に値グラフをおすすめしています。速度グラフでは対応しにくい動きの一つだと思います。何度も再生しながら動きを確かめて、グラフの傾きや影響の値を調整してみてください。最後のキーフレームは速度が出ている状態にしたいので、F9 を押し、ハンドルを表示させ、角度をつけておきます。一度再生してみましょう。スムーズな動きになっているか、意図したアニメーションとなっているかを確認してグラフを調整してみてください。では最後に図形よりも前で表示されるパーティクルを追加します。現状だと図形とパーティクルの2つの階層です。奥行きを表現するテクニックとして、近景、中景、円形と3つのレイヤーにすることで見る人に空間を把握させやすくなります。近景のパーティクル、中景となる図形、円形のパーティクルといったイメージで作っていきましょう。パーティクルのレイヤーを選択し複製します。一番上の階層に移動させます。エフェクトコントロールから各項目を調整しましょう。手前にあることを表現したいので、パーティクルの発生値を調整します。プロデューサーのポジション Z を0に変更します。ポジション X も 0.85 と変更しておきます。発生値が手前に移動したことで、広い範囲にしても画面に映らないので、ラディウス Y を 0.385 とし、発生範囲を狭くしておきます。パーティクルを展開し、バースサイズとデスサイズをそれぞれ大きくしておきます。最後に、手前にあるパーティクル数が多いと図形の邪魔になるので数を減らしておきます。バースレートを 0.1 にしましょう。これで全ての要素が揃いました。パーティクルはレイヤーの先頭から発生し始めるので、このままだと画面にパーティクルが表示されていない状態から始まっています。レイヤーの再生タイミングをドラッグしてずらしてみましょう。コンポの開始フレームからパーティクルが表示されている状態を作ります。ここはお好みで再生タイミングを調整してみましょう。再生して確認します。これでカット6は完了となります。いつもと同じようにメインコンポに配置して流れを確認してみてください。次回はカット7と8を一気に作成します。いよいよ卒業課題も終わりが見えてきました。大変な作業ですが、ここまでついてきてくれた皆さんに感謝です。もう一踏ん張りなので、ぜひ最後までお付き合いください。ではまたお会いしましょう。さようなら。